探偵事務所らしくないでしょ。はい。実はね、この事務所立ち上げたばかりなんだよね。おじさんも探偵らしくないですね。おじさん？あ、そうそうそうか、おじさん。はい、どうぞ。ありがとうございます。えっ朝日さんよね。はい。朝日成美と言います。青空高校に通っています。あなた高校生なの？はい。ずいぶん大人っぽいね。はい。よく女子高生っぽくないって言われます。そっか。未成年の依頼は受けられないんだよね。ダメですか？せっかく来たんだから話だけでも聞いてみましょう。うん。じゃあとりあえず、話してごらん。実は父のことでご相談があるんです。何でも話してごらん。この前、父が知らない女の人と一緒にいるのを見ました。付き合ってるみたいなんです。父とその女性との関係を調べてください。いつから付き合ってるのか、相手が誰なのか、全部証拠付きで。つまり不倫ってこと？お母さんはそのことを知ってるの？母は知ってると思います。でもそれどころじゃなくて。それどころじゃないって？母は半年前、交通事故に遭いました。青空小学校前の横断歩道で車にはねられたみたいです。幸い命は助かりました。でも怪我をしてもう歩けない体です。運転手は母が赤信号を飛び出したと言っています。そんな。そっか、それは辛かったね。それなのに父はもう別の女と楽しそうに。父は母と私を捨てて愛人と暮らすつもりかもしれません。いや、きっと父は前からそうしたかったんです。私はどうしても許せない。母がどれだけ苦しんだか知ってほしいんです、あの人たちに。ちょっと待って。気持ちはわかるけど、お父さんの不倫とお母さんの事故は関係ないんでしょ？本当に関係ないんでしょうか？
どういうこと？多分母は自分で車道に飛び込んだんだと思います。夫の不倫に悩んで自殺未遂したってこと？なるみちゃん、それ本当にそうなの？お母さんがそう言ったの？娘にそんなこと言うと思いますか？母は何も言いませんよ。そもそも事故の記憶も曖昧みたいです。そうであればお父さんの不倫は事故の前から始まっていたってことになるよね。はい。でもさっきなるみちゃんはお父さんが女の人と一緒にいるのを見たっていうのはこの前って言ってたよね。はい。それじゃあお母さんの事故が起きた時に不倫が始まっていたかどうかはわからないんじゃないのか？そうです。だからそれを調べてほしいんです。でもそれを調べてどうするつもりなんだい？全部言ってやります。あんたたちのせいで母はこんな目にあったって、私が事実を突きつけてやります。ねえ、実際にあなたがその女の人を見たのはどこ？駅前のショッピングモールです。学校帰りに偶然見つけて、私遠くから2人の後をつけたんです。2人はまずは家具屋さんに行きました。ベッドとかソファーとかそういう家具を楽しそうに2人で選んでいて、まるで本当の夫婦のようでした。そして父はレジで何か注文していたようでした。きっとあの女と2人で暮らす準備をしてるんだと思います。それだけじゃないんです。その後で2人は旅行代理店に行ったんです。カウンターでツアーの申し込みをしているようでした。どうやら君のお父さんがその女性と特別な関係というのは本当のようだね。まだわからないでしょ。ショッピングモールの家具屋って言ったら青空ファニチャーかしら。あ、はい、そうです。あそこの家具っておしゃれだけど若者向けのデザインよね。なるほど。愛人は結構若い人のようだね。もしかしたら自殺未遂でも事故でもなかったのかもしれない。殺人未遂？特に事故当日の女性のアリバイを探るんだ。やっぱりこの話なかったことにしてください。なるみちゃん、なるみちゃん、ちょっと探偵になってから初めて大きな事件だ。やるぞ。